皆さん、こんばんは。ナミです。今夜も私のポッドキャストを聞いてくれて本当にありがとうございます。日本はまだまだ暑くて、今日なんて昼間は30度を超えてたんですよ。もう9月なのに夏って感じで、今朝なんてコンビニに行くのも汗だくでした。コンビニといえば、昨日面白いことがあったんです。お弁当を買いに行った時に、隣のレジで会計してた男性が電話で最近忙しくてって言ってるのを聞いちゃって。でも見た感じ全然忙しそうじゃないんですよね。スマホゲームしながらお菓子をいっぱい買って、それで忙しいのって思っちゃいました。まさに今日お話しする内容にぴったりの光景だったんです。最近ちょっと面白いことに気づいたんです。職場で男性の同僚と話してると、なんか似たようなセリフをよく聞くなーって思って、それで友達とも話してみたら、やっぱりみんな同じようなことを感じてるみたいで、そこで調べてみたら、日本人男性がよく言うセリフトップ10っていう面白いランキングを見つけたんですよ。これがもう本当に面白くて、恋愛で使うもの、日常会話で出てくるもの、漫画やドラマでよく聞くセリフまで、いろんなパターンが入ってるんです。調べれば調べるほど、あるあるって思うものばかりで、思わず笑っちゃいました。でもね、笑いながらも、これって日本語を勉強してる皆さんにとってすごく参考になるんじゃないかなって思ったんです。今日は寝る前のリラックスタイムに一緒に日本人男性の心理を探ってみませんか？そうそう。私も職場やプライベートで実際に聞いたことがあるセリフがいくつか入ってるから、その時の状況とかどう感じたかとかも正直にお話ししていきますね。でも、ナミの恋愛話は期待しないでくださいね。妄想の話はするかもしれませんが。昨日、コンビニで買い物してたら、隣にいたカップルの男性が、今日紹介するセリフの一つを言っているのを聞いて、あ、まさにこれじゃんって思わず笑っちゃいました。でもね、ただのランキングじゃないんです。それぞれのセリフの裏にある男性心理とか、どんな時に使われるのかとか、そういう深い部分まで一緒に見ていきたいと思ってます。今日のトピック選びなんですが、
実はこれ、私がいつも観察してることなんです。OL をやってると、男性の同僚とか上司とか、いろんな人と話す機会があるじゃないですか。そこで聞く言葉とか、友達から聞く恋愛話とか、テレビで見るドラマのセリフとか、いろんなものを総合してみると、確かにパターンがあるなーって思うんですよね。それではいよいよトップ10の発表です。皆さんも一緒に予想しながら聞いてくださいね。なんかね、調べてると男性って面白い生き物だなって改めて思いました。皆さんの国の男性はどんなセリフをよく言うのかな？きっと文化によって全然違うと思うから、比較しながら聞いてもらえると嬉しいです。さあ、それじゃあ第10位から発表していきますよ。第10位は、月が綺麗ですね、です。これは有名ですよね。夏目漱石という日本の文豪が、愛してますを翻訳するときに使ったって言われてる、すごくロマンチックな表現なんです。でもね、実際にこれを言われたことがある人ってどのくらいいるんでしょうね。正直に言うと、私はまだ実際に言われたことはないんです。周りの友達に聞いても、ないないって答える人がほとんど。でも妄想の中では、素敵な人にこんなロマンチックなことを言われてみたいなーって思っちゃいます。もし夜景の綺麗なレストランで窓の外の月を見ながらこんなこと言われたら、キュンってしちゃいそう。でも現実問題としてこれを真顔で言う男性がいたら、ちょっと恥ずかしくて笑っちゃうかもしれませんね。このセリフを言われた時の返し方も実はいろいろあるんです。もし、こんな綺麗な月は初めてですって答えたら、今までにない素敵な告白を受けて喜んでることが伝わりますよね。今ならきっと手が届くでしょうっていう返答なら、相手の告白が届いていることをほのめかせます。でも、手が届かないから綺麗なのですって言ったら、はっきりとお断りの意味になっちゃう。そうそう。星の方が綺麗ですよ。なんて返し方もあって、これはやんわりとお断りしたいときに使えるんです。月の話題をそらすことで、思いが届いてないことを表現してるんですね。私には明るすぎますっていうのも、相手を尊重しながら断る上品な表現として使われることがあります。やっぱり言うタイミングと雰囲気がめっちゃ大切だと思うんです。
このセリフがランクインしてるのって、きっと憧れのセリフだからだと思うんです。言ってみたいけど、恥ずかしくて言えない。そんな男性の気持ちが現れてるのかも。ストレートに好きですっていうより、詩的で奥ゆかしい感じがして、確かに素敵だなーって思います。でも、現実で使うには、かなり勇気がいりそうですよね。まず相手が意味を理解してくれるかどうかも心配だし、皆さんの国では愛の告白をするときにどんな表現を使いますか？ストレートに言うのと、こういう遠回しな表現と、どっちが人気なのかな？この月が綺麗ですねっていう表現。実は日本の高校の教科書にも載ってるんですよ。だから日本人なら大体知ってるフレーズなんです。でも知ってるのと実際に使うのは別問題で、そのギャップがまた面白いですよね。文学の授業で習ったときは、みんな、うわー恥ずかしいって言ってたな。実際、このセリフを使うなら、相手も文学好きじゃないと伝わらないかもしれません。それか、事前に意味を説明しておくとか？でも、説明しちゃったら、ロマンチックさが半減しちゃいますよね。ガチで理想と現実の違いがよく現れてるセリフだと思います。第9位は、君の瞳に乾杯です。わあ、これもロマンチックですね。映画カサブランカから生まれた有名なセリフで、日本でもとても人気なんです。君っていうのは、お前より丁寧な呼び方で上品な感じがします。でも、これを実際に言う男性ってどのくらいいるんでしょう？ちょっと恥ずかしすぎて、なかなか現実では聞けないセリフかも。私の知り合いで実際に言ったことがある人っているのかな？思い浮かばないです。妄想の中だったら、おしゃれなバーでワイングラスを持ちながら、こんなこと言われてみたいな。薄暗い照明の中で、ちょっと渋い声でこんなセリフを言われたら、もうメロメロになっちゃいそう。でも現実だと、ちょっと恥ずかしくて笑っちゃうかもしれません。やっぱりタイミングと雰囲気が大切なのかな。真剣すぎると重いけど、ちょっとふざけた感じで言うと可愛く聞こえるかも。このセリフも男性のかっこよく見られたいっていう願望の表れですよね。現実的じゃないけど憧れるセリフっていうポジション。お酒の力を借りて普段言えないことを言っちゃうっていう。でもこのセリフを言うにはある程度の度胸が必要だと思います。失敗したら恥ずかしいけど成功したらかっこいいっていうハイリスク、ハイリターンなセリフですよね。そういう意味では
チャレンジ精神のある男性が使うセリフなのかもしれません。皆さんも今頃、うちの国でもこういうセリフあるなって思ってるかもしれませんね。映画の名セリフって国を越えて愛されるものがあるのかも。第8位は、お前は俺から離れられないよ、です。嘘でしょ？これはちょっと危険な匂いがするセリフですね。お前っていうのはとてもカジュアルな呼び方で、親しい関係でしか使いません。俺は男性が使う自分の呼び方で、ちょっと強い感じがします。でもね、こういうことを言う男性って、ちょっと注意が必要かも。自信過剰っていうか、女性を所有物みたいに思ってる可能性もありますよね。漫画やドラマではかっこよく見えるけど、現実で言われたらちょっと引いちゃうかもしれません。特に付き合い始めたばかりの関係で言われたら、重すぎないって思っちゃいます。やっぱり現実とフィクションは違いますよね。皆さんももしこういうセリフを使うときは、相手の反応をよく見てからにした方がいいかもしれません。信頼関係がしっかりできてから使う方が安全だと思います。でもね、妄想の中だったら、ちょっとワイルドで男らしい人にこんなこと言われるのも、まあ、悪くないかも。漫画の中のイケメンキャラが言うなら、キュンってしちゃうけど、現実だとちょっと怖いですよね。これって少女漫画によく出てくる俺様系男子のセリフなんです。自信満々でちょっと強引だけど、実は優しいっていうキャラクターが人気で、こういう強引なセリフを言うんですよ。でも、現実でこんな人に出会ったら、間違いなく逃げますけどね。このセリフって、実は男性の不安の表れでもあるのかなって思うんです。相手に去られたくないっていう気持ちを強がって表現してるのかも。愛情表現っていうより、むしろ不安の裏返しっていう面もありそうですよね。そう考えると、ちょっと切ない感じもします。マジで言葉の裏にある気持ちを考えると、いろんなことが見えてきて面白いです。表面的には強そうに見えても、実は不安を抱えているっていう男性心理が垣間見えるような気がします。でも、そういう素直な気持ちを表現するのが苦手だから、こういう強がったセリフになっちゃうのかもしれませんね。あと、このお前っていう呼び方にもちょっと注意が必要です。関西弁だとお前は普通に使われるけど、標準語だとちょっと上から目線に聞こえることもあります。特に関東の人にはお前って呼ぶのを嫌がる女性も多いんですよ。君とか名前で呼んでもらう方が
優しい感じがしていいかもしれませんね。でも、このセリフがランクインしてるってことは、やっぱり憧れる男性も多いってことなんでしょうね。今聞いてる皆さんの中には、これは絶対言われたくないと思ってる人もいるかもしれませんね。それとも、ちょっと言われてみたいかもって思ってる人もいるのかな。第7位は、頼りになるね。ほんと助かる。です。これはいいセリフですね。聞いてると素直に嬉しくなります。頼りになるっていうのは信頼されてるってことだし、助かるは感謝の気持ちを表してますよね。このセリフって言われる側も言う側も両方が気持ちよくなれる素敵な表現だと思うんです。職場でこういうことを言ってもらえると、認められてるんだなって感じでやる気が出るんですよ。プライベートでも友達から頼りになるって言われるとめっちゃ嬉しいですよね。先月プロジェクトで忙しかった時、同僚の男性に資料作りを手伝ってもらったんです。その時に、ナミさん、いつも頼りになりますね。ほんと助かりますって言ってもらえて、疲れが吹き飛びました。こういう素直な感謝の言葉って、言う方も言われる方も気持ちがいいですよね。上位のセリフの中では一番健全で好感が持てるかも。恋愛関係でも友人関係でも職場の関係でもお互いを認め合って支える関係が一番だと思います。ありがとうっていう言葉と一緒に具体的に何が良かったのかを伝えるともっと喜んでもらえると思います。日本人って褒められるのが苦手な人も多いんですけど、こういう感謝の言葉は素直に受け取ってくれることが多いんです。この前、母に電話した時も、ナミはほんと頼りになるねって言ってもらえて、すっごく嬉しかったんです。母親が娘に対してこういうふうに認めてくれると嬉しいですよね。特に仕事関係ではこういう言葉をかけてもらえると次も頑張ろうって気持ちになりますよね。私も後輩に対してはいいところを見つけて積極的に声をかけるようにしてるんです。そうするとみんなも頑張ってくれるし、職場の雰囲気も良くなるんですよ。このセリフって男性が言うとき、本当に心から思ってることが多い気がします。だからこそ聞いてる側も素直に嬉しく感じられるんでしょうね。やっぱり誠実な言葉って相手にちゃんと伝わるものなんだなと思います。裏表のないストレートな感謝の気持ちが込められてるから、受け取る側も安心できるんです。それからこのセリフって年代を問わず使いやすいのもいいところですよね。20代の若い男性が言っても自然だし、40代、50代の男性が言っても違和感がない。恋愛関係じゃなくても使えるから
幅広い場面で活用できる便利なセリフでもあります。きっと皆さんも誰かに頼りになるって言ってもらった経験があるんじゃないでしょうか。その時の嬉しい気持ち、今思い出してもらえるかな。第6位は、頑張らなくていいよです。これはちょっと複雑な気持ちになるセリフですね。優しさなのか、それとも諦めの言葉なのか、状況によって全然違って聞こえるんです。頑張るっていうのは日本人がよく使う言葉で、一生懸命努力するっていう意味ですよね。仕事が失敗した時に頑張らなくていいよって言われたら慰められてるのかな。でも時にはもう期待していないっていう意味にも聞こえちゃうんですよね。このセリフの難しいところは、言う人の本当の気持ちが見えにくいってことなんです。表面的には優しい言葉だけど、裏にどんな意味が隠されてるのかわからないっていう。でも本当に疲れ切ってる時に言われると、無理しないでっていう優しさを感じることもあります。日本語ってこういう微妙なニュアンスの違いがあるから難しいですよね。同じ言葉でも言う人の気持ちや状況によって全然違う意味になっちゃうんです。だからこそこのセリフを使うときは相手との関係性や状況をよく考える必要があるんです。もし妄想の中で優しい人にこんなこと言われたら、きっと心配してくれてるんだろうなって素直に嬉しく思えるのかも。でも現実だと、見放されたのかなって不安になっちゃうこともありますよね。これって日本特有の気遣いの表現でもあるんです。相手が無理をしているなって感じた時に遠回しに休むことを勧めるっていう、ストレートに休めっていうより優しい感じがするでしょ。でも言われる側としては本当の気持ちがわからなくて困ることもあるんですけどね。この言葉を聞いた時の受け取り方ってその人との関係性にもよると思うんです。信頼関係ができてる人から言われると優しさを感じるけど、そうでない人から言われると不安になったり、皆さんの国では疲れてる人にどんな声をかけますか？文化によって励まし方も全然違うと思うから興味深いです。第5位は、最近忙しいんだよねです。はい、来ました。これはもう日本人男性の定番セリフですよね。最近っていうのは近頃とかこの頃っていう意味で、忙しいはやることがたくさんあるっていうことです。このんだよねっていう語尾も特徴的で、説明するときによく使われる言葉なんです。でもね、これって実際には言い訳として使われることが多いんですよ。デートの誘いを断るとき、連絡が遅れたとき、何かをお願いされたとき、最近忙しいんだよねって言えば、だいたい相手も理解してくれるから便利なんです。私も職場や友達から
何回も聞いたことがあります。そうそう。会社の飲み会でも必ず誰かが言ってるセリフですよね。でも本当に忙しい時もあるから全部が言い訳じゃないと思います。ただ、あまり頻繁に使いすぎると信憑性がなくなっちゃうかも。皆さんももしこのセリフを使うときはちゃんと理由を付け加えた方がいいかもしれませんね。具体的になんで忙しいのかを少し説明すると相手も納得してくれやすいと思います。例えば、プロジェクトの締め切りが近くて忙しいんだよね、みたいに。日本の会社員って本当に忙しいんですよ。朝は8時に出社して、夜は9時とか10時まで働くのが普通だったりします。だから、最近忙しいんだよねって言葉もある程度は本当なんだと思います。でも、それを言い訳に使いすぎるのは良くないですよね。特に同じ人が毎回同じ理由で断ってくると、本当かなって疑っちゃいます。実はね、この忙しいっていう言葉、日本では特別な意味を持ってるんです。忙しいっていうことが頑張ってる証拠みたいに思われてる部分があるんですよね。だから、忙しくないっていうのがなんとなく恥ずかしかったり申し訳なかったりする。そういう文化的な背景もあってみんな忙しいって言いたがるのかもしれません。でもね、本当は時間にゆとりがある方がクリエイティブな仕事ができたりするんですけどね。忙しい忙しいって言ってばかりいると効率も悪くなるしストレスも溜まっちゃいます。適度に休むことの大切さももっと認識されるといいなって思います。皆さんの国では忙しいっていうことに対してどんな印象がありますか？それからこの最近忙しいんだよねっていうセリフ、実はバリエーションがあるんです。ちょっと忙しくてめっちゃ忙しいんです。死ぬほど忙しいなんて程度によって表現が変わります。死ぬほど忙しいなんて言われるとさすがに本当なのかなって思っちゃいますけどね。でも日本人って大げさに表現することも多いから話半分で聞いた方がいいかも。あと、この言葉を使うタイミングも重要ですよね。本当に忙しそうな人が言うと説得力があるけど、いつもゆったりしている人が言うと、え？って思っちゃいます。表現や態度と言葉が一致してないと違和感を感じるものです。言葉だけじゃなくて全体的な印象も大切なんですね。今聞いてくださってる皆さんの中にも、よく使っちゃうって思ってる人がいるかもしれませんね。もしくは言われたことあるって人も多いんじゃないでしょうか。第4位は、ごめん、寝てたです。うわぁ、これもめっちゃあるあるですね。特にメッセージの返事が遅い時の定番言い訳です。ごめんは謝る言葉で、寝てたは眠ってたっていう意味ですね。でもね、これも本当かどうか怪しい時が多いんですよ。だって、
夜の10時にメッセージを送って、次の日の昼2時に寝てたって返事が来たら、16時間も寝てたのって思いませんか？多分メッセージに気づいてたけど、返事するのが面倒だったとか、どう返事していいかわからなかったとか、そういう理由だと思うんです。でも、寝てたって言えば、相手も追求しにくいから便利な言い訳なのかも。スマホの時代だから、メッセージが来たらだいたい気づくはずなんですけどね。皆さんは友達からの連絡にどのくらいで返事しますか？国によっても連絡に対する考え方が違うと思うから聞いてみたいです。日本ではすぐに返事しないと既読するって言ってちょっと失礼だと思われることもあるんですよ。これって現代のコミュニケーションの問題でもあると思うんです。昔は手紙だったから返事が遅くても当たり前だったじゃないですか。でも今はメッセージを送ったらすぐに返事が来るのが普通になってる。だから返事が遅いと何か理由を説明しなきゃいけない気分になるんですよね。でも実際のところ24時間いつでも連絡が取れるってちょっと疲れませんか？時には連絡を取らない時間があってもいいと思うんです。寝てたっていう言い訳もそういう現代社会のプレッシャーから生まれてるのかもしれませんね。まあ、人間関係を円滑にするための小さな嘘なのかもしれませんが。それから、このセリフのバリエーションもいろいろあるんです。爆睡してた、気絶してた、なんてちょっと大げさな表現を使う人もいますよね。でもあまり大げさすぎると逆に嘘っぽく聞こえちゃうから、シンプルに寝てたが一番使いやすいのかもしれません。ガチで現代のコミュニケーション文化の変化が言葉にも現れてるんだなと思います。でも正直に返事するのを忘れてたって言った方がよっぽど誠実だと思うんですけどね。皆さんも今頃、使ったことあるって思ってるかもしれませんね。でも大丈夫。みんな一度は使ったことがあるセリフだと思います。第3位は、お前が一番可愛いです。これは恋愛系のセリフですね。でもちょっと気をつけた方がいいかもしれません。お前はとてもカジュアルな呼び方で親しい関係でしか使いません。一番っていうのは最も、トップっていう意味ですね。このセリフ聞いた瞬間は確かにキュンってしちゃうかもしれないけど、よく考えると複雑な気持ちになるんです。嬉しい言葉だけど、一番っていうってことは他にも比較対象がいるってことですよね。つまりたくさんの女の子の中で君が一番可愛いっていう意味になっちゃいます。これって暗に他の女性の存在を認めてるってことじゃないですか。男性としては褒めてるつもりなんでしょうけど、女性側の受け取り方は違うんですよね。できれば、君だけが可愛いとか、君が特別とか、そういう言い方の方が嬉しいかな。一番じゃなくて、唯一っていう感じで言ってもらえると、もっと特別感があると思います。一番っ
っていうのは順位をつけてる感じだけど、唯一っていうのは他に代わりがないっていう意味でしょ？やっぱり恋愛では代わりのない存在だって思ってもらいたいですよね。でも漫画やドラマでは人気のセリフなんですよね。特に少女漫画だとかイケメンキャラがこういうこと言って女性をキュンとさせるパターンがよくあります。現実と理想の違いってこういうところに現れるのかもしれません。フィクションの世界だと一番って言われても素直に嬉しく感じるけど、現実だとちょっと冷静になっちゃう。皆さんは恋人に一番って言われるのと唯一って言われるの、どっちが嬉しいですか？文化によっても恋愛観って違うと思うから興味深いです。例えば競争社会の国だと一番って言われる方が嬉しいのかもしれないし、個人を重視する文化だと唯一って言われる方が好まれるのかもしれません。日本は結構競争社会だけど、恋愛に関しては排他性を求める傾向があるような気がします。これって男性の心理としてはわからなくもないんです。だって一番っていうことで自分がちゃんと女性を見てるっていうアピールにもなるじゃないですか。世の中にはたくさん女性がいるけど、その中で君を選んだんだよっていうメッセージなのかも。でも女性としては比較されてる感じがしてあまり嬉しくないんですよね。それに一番って言われると、じゃあ2番目は誰なのって気になっちゃいませんか？女性って結構そういうところを気にしちゃうんです。そしてもしもっと可愛い子が現れたら順位が変わっちゃうのかなって不安にもなります。でも唯一だったら比較対象がないから安心できるんですよね。実はね、このセリフって年代によっても受け取り方が違うと思うんです。10代や20代前半だったら一番って言われても素直に嬉しいかもしれません。でも年齢を重ねるともっと深い愛情表現を求めるようになるから、唯一とか特別とかの方が響くのかも。人生経験が増えると言葉の裏にある意味も見えてくるようになりますからね。もし妄想の中で言われるなら、一番って言葉よりも君しか見えないとか君だけが特別とか、そういう排他的な表現の方がキュンってしちゃうかも。例えば君以外考えられないとか、君がいなきゃダメなんだとか、そういう依存的な愛情表現の方がロマンチックに感じます。でも現実だと他にも女の子がいるのかなって心配になっちゃいますよね。第2位はずっと一緒にいようです。おー、これは甘いセリフですね。恋愛映画やドラマでよく聞く表現です。ずっとっていうのは永遠に、いつまでもっていう意味で、一緒には共にっていうことですよね。いようっていうのはそうしましょうっていう提案の言葉です。
なんかね、このセリフ自体はとってもロマンチックで憧れちゃうんですけどね。ロマンチックで素敵な言葉だけど、重くないですか？愛情の表現って難しいですよね。やっぱり言葉と行動が一致するかどうかが大切だと思います。ずっとっていう言葉には重みがあるから、本当にその気持ちがあるときに使った方がいいのかな。軽々しく言っちゃうと後で困ることになりそうですよね。恋愛の初期段階って感情が高ぶってて、つい大きなことを言いたくなっちゃうんですよね。でも冷静になった時に、なんであの時あんなこと言っちゃったんだろうって後悔することもありそうです。ほんとその場の雰囲気に流されちゃうのって危険かも。でも本当に愛し合っている二人が言うなら、とても美しい言葉だと思います。例えば何年も一緒にいて、お互いのことを深く理解し合った後でこの言葉を聞いたら、きっとジーンってきちゃいます。そういう関係性ができてからなら、この言葉の重みも受け止められるし、信じることもできますよね。タイミングと相手を選ぶセリフなのかもしれませんね。皆さんの国では将来の約束をするときにどんな表現を使いますか？日本以外の国でもこういう永遠の愛を誓う表現ってあるのかな？妄想の中だったら、夕日の綺麗な海辺とかでこんなロマンチックなこと言われてみたいな。波の音を BGM に手をつなげながら、こんなセリフを聞いたらもうメロメロになっちゃいそう。でも現実だと本当にずっと一緒にいられるのかなってちょっと不安にもなっちゃいます。永遠って言葉は美しいけど、現実的に考えると難しいですよね。だって人の気持ちって変わることもあるし、環境や状況だって変化していくじゃないですか。この前、結婚式に参列した時、新郎がまさにこのセリフを誓いの言葉で言ってたんです。その時は本当に感動的だったんですが、でも同時に本当にずっと一緒にいられるといいなって願う気持ちもありました。結婚式っていう特別な場だからこそ、このセリフも重みを持って響くのかもしれませんね。日常会話で言われるのとは全然違う印象になります。そんな中でずっとって約束するのってかなり勇気がいることだと思います。これって日本のドラマや映画でよく使われる表現なんです。特に恋愛ドラマの告白シーンとかで男性が女性に向かって言うんですよ。でも現実の恋愛関係ってそんなに簡単じゃないから、こういう言葉を軽々しく言うのは危険かもしれません。ドラマだとこのセリフの後にハッピーエンドが待ってるけど、現実はもっと複雑ですからね。マジでフィクションと現実のギャップって大きいなって思います。でもそれでもやっぱり憧れる気持ちはあるんですよね。きっと今聞いてくださってる皆さんの中にも一度は言われてみたいって思ってる人もいるんじゃないでしょうか。そして第1位は
仕事が忙しくてです。やっぱりこれが1位でした。もう日本人男性の口癖と言っても過言じゃないかもしれません。仕事っていうのは働くこと、職業のことで、忙しいはやることがたくさんあるっていう意味です。でもね、この仕事が忙しくてっていうフレーズ、本当によく聞くんですよ。朝から晩までどこかしらで誰かが言ってるような気がします。この点々の部分がポイントなんです。仕事が忙しくて、だから会えない。仕事が忙しくて、疲れてる。仕事が忙しくて、時間がない。言わなくても察してほしいっていう気持ちが込められてるんでしょうね。この点々点の使い方ってすごく日本的だと思うんです。はっきりと理由を言わずに相手に想像させるっていう。これって日本人の奥ゆかしさの表れなのかもしれませんね。でもこれも万能の言い訳として使われることが多いんですよ。今度お食事しませんか？仕事が忙しくて。連絡くれなくて心配したよ。仕事が忙しくて。誕生日忘れてたでしょ？仕事が忙しくて。マジでどんな状況でも使える魔法の言葉みたいになってますよね。デートを断るとき、約束を忘れたとき、連絡が遅れたとき、全部これで解決？私の経験上、本当に忙しい人ほど時間の使い方が上手で、ちゃんと連絡をくれるんです。逆に、忙しいっていう人ほど、実は時間の管理ができてないような気がします。これって皆さんの周りでもそういう人いませんか？口では忙しいって言ってるけど、実際にはダラダラしてる時間も多いっていう。そうそう。本当に忙しい人って、忙しいって言ってる暇もないくらい忙しいんですよね。先週、会社の同僚と忙しいっていう回数ランキングを作ってみたら、1日平均15回も言ってる人がいました。それって本当に忙しいのか、それとも口癖になってるのか、ちょっと疑問ですよね。15回って1時間に1回以上は言ってる計算になりますよね。もはや挨拶代わりに使ってるんじゃないかって思っちゃいます。おはようございます。忙しいです。みたいな感じで。日本は確かに働きすぎの文化があるから、忙しいっていうのが美徳みたいに思われてる面もあるんです。でも、プライベートも大切にしたいですよね。日本では忙しいイコール頑張ってるっていう図式があるような気がするんです。だから、忙しくないっていうのがなんとなく罪悪感を感じさせるっていうか。でも本当は効率よく働いてプライベートの時間も確保できる方が理想的ですよね。皆さんの国では仕事とプライベートのバランスはどうですか？忙しい以外にどんな言い訳をよく使いますか？これって文化によって全然違うと思うんです。
日本だと仕事を理由にするのが一般的だけど、他の国では家族を理由にしたり、健康を理由にしたりするのかな。ほんと、国ごとの価値観の違いが見えて面白そうです。それから、この言葉を使うタイミングも重要だと思うんです。本当に繁忙期の時に言われると説得力があるけど、いつでも言ってくると信憑性がなくなっちゃう。例えば、年度末の3月とか、年末の12月とかは確かにみんな忙しくなりますよね。でも、ゴールデンウィーク明けに仕事が忙しくって言われると、って思っちゃうかも。実は母に電話したとき、最近男の人はみんな忙しいって言うけど、昔の人の方がもっと働いてたよって言われました。確かに昔の人って長時間働いてても愚痴を言わない人が多かったのかもしれませんね。時代が変わって忙しいって言葉を使いやすくなったのかも。世代間のギャップもこういうところに現れてるのかもしれません。きっと今聞いてくださってる皆さんも、よく聞くセリフだって思ってるでしょうね。もしかしたら自分も使っちゃうって人もいるかもしれません。今日紹介したセリフで気づいたことがあるんです。日本人男性のセリフって大きく3つのパターンに分かれるんですよね。まず1つ目は言い訳系や逃げ道系です。仕事が忙しくて、寝てた。最近忙しいんだよね。なんかがこれに当たります。2つ目は恋愛や甘い言葉系ですね。ずっと一緒にいよう。お前が一番可愛い。君の瞳に乾杯なんかです。そして3つ目は励ましや優しさ系で、頑張らなくていいよ。頼りになるね。なんかがこれです。面白いですよね。これを見ると日本人男性の心理がちょっと見えてくるような気がします。責任を避けたい気持ちと、かっこよくありたい気持ちと、優しくありたい気持ちが混在してるんですね。でもね、これって日本人男性だけじゃなくて、どこの国の男性にも共通することかもしれません。皆さんの国の男性も似たような傾向があったりしませんか？文化は違っても男性の心理って案外共通してる部分があるのかもしれませんね。それから今日紹介したセリフの中には漫画やアニメの影響を受けてるのも多いです。君の瞳に乾杯や月が綺麗ですね。お前は俺から離れられないよなんかはフィクションの世界でよく使われる表現ですよね。日本人って漫画やアニメ、映画の影響をめっちゃ受けるんです。かっこいいセリフがあるとみんな真似したくなるんですよね。でも実際には恥ずかしくて言えない。そのギャップが面白いなって思います。現実で使うには勇気がいるけど、憧れてるからランキングに入るっていう構造なのかもしれません。一方で仕事が忙しくて、ごめん寝てたみたいな実用的なセリフは日常的によく使われるからランキング上位なんでしょうね。理想と現実の両方が混在しているところがとても日本的だと思います。
それからこれらのセリフには日本特有の文化的背景もあるんです。例えば、忙しいっていう言葉が美徳とされる働き方の文化とか、直接的すぎる表現を避ける傾向とか、頑張らなくていいよっていうのも相手の気持ちを察して気遣うっていう日本的な優しさの表れかもしれません。でも同時に本音を隠したり曖昧にしたりする面もあるんですよね。これって日本語の特徴でもあるし、日本人のコミュニケーションスタイルでもあると思います。皆さんが日本人とお話しするときも言葉の裏にある気持ちを考えてみると、より深くコミュニケーションが取れるかもしれませんね。今回のランキングを見ていると、日本人男性の複雑さが見えてくるような気がします。理想を追いかけたい気持ちと、現実的にならざるを得ない状況と、そして相手を気遣いたいけど、自分も守りたいっていう心理と、これって現代社会に生きる男性の等身大の姿なのかもしれませんね。完璧じゃないけど、それぞれに頑張ってるっていう感じで、なんかちょっと愛おしくも感じちゃいます。でも、日本語を学んでる皆さんには、これらのセリフの裏にある文化的背景も理解してもらえたらいいなって思います。ただ言葉を覚えるだけじゃなくて、なぜその言葉が使われるのか、どんな気持ちが込められているのかを知ると、もっと深いコミュニケーションができますよね。例えば、仕事が忙しくてって言われたときに、ああ、日本人は忙しいことがステータスになってる面もあるんだなって理解できると、相手の真意も見えてくるかもしれません。または、頑張らなくていいよって言われたときに、これは気遣いの表現なんだなってわかると、ありがたく受け取れるかもしれませんね。あ、そうそう。今日紹介したセリフの使い方についても少しアドバイスを。もし皆さんが実際に使ってみたいなら、相手との関係性をよく考えてからにしてくださいね。特にお前っていう呼び方はとても親しい関係じゃないと失礼になっちゃいます。君の方が安全かもしれません。それから恋愛系のセリフはタイミングがとても大切です。あまり早い段階で重い言葉を使うと相手が引いてしまう可能性もあります。でも感謝の気持ちを表す頼りになるねなんかはどんな関係でも使いやすいと思います。逆に仕事が忙しくて、いや、ごめん寝てたみたいな言い訳系のセリフは使いすぎると信頼を失う可能性があるので注意ですね。何事もバランスが大切ってことですね。ところで今日紹介したランキングですが、これって時代とともに変化してる可能性もあると思うんです。例えば、昔はもっと男らしいセリフが人気だったかもしれないし、将来はもっと平等な関係を表すセリフが増えるかもしれません。社会の価値観が変わると、人気のセリフも変わるんでしょうね。皆さんの国でも時代とともに人気の表現が変わったりしませんか？言葉って社会の鏡みたいな面がありますよね。それから地域による違いもあったそうです。
方言の影響もあるだろうし、地域の文化も関係してくると思います。言葉って本当に多様で面白いです。今日のランキングを紹介してて思ったんですが、男性のセリフって女性のセリフとは明らかに違いますよね。女性だったらもっと感情的な表現が多いかもしれないし、共感を求める言葉が入ってくるかも。例えば、わかるとか、そうそうとか、一緒だねとか。女性の方が感情を表に出すのが上手だから、セリフも豊かになりそうです。今度、女性版も調べてみたいな。でも、男性だって感情はあるんですよね。ただ、表現の仕方が違うだけで。今日紹介したセリフの中にも、愛情や優しさ、不安や逃避願望なんかが現れてると思います。人間って性別に関係なく似たような感情を抱いてるんでしょうね。ただ、それを言葉にするときの表現方法が文化や性別によって違ってくるっていう、そういう視点で見ると今日のランキングもまた違った面が見えてきますね。言葉って表面的な意味だけじゃなくて、話し手の気持ちも含めて理解するものですからね。今日紹介したトップ10のセリフ、いかがでしたか？恋愛系、日常系、漫画系といろんなパターンがありましたよね。面白いのは、理想のセリフと現実でよく使われるセリフが混在していることです。皆さんも今日のランキングを聞いて、どのセリフが一番印象に残りましたか？使ってみたいセリフや、逆にこれは言われたくないっていうセリフもあったかもしれませんね。それから今日紹介したセリフを実際に使ってみた人がいたら、どんな反応だったか教えてください。特に君の瞳に乾杯を言った勇気のある人がいたら絶対に教えてくださいね。めっちゃ気になります。日本語学習って文法や単語を覚えるだけじゃなくて、こういう文化的な背景を知ることも大切だと思うんです。言葉の裏にある気持ちや使われる場面を理解すると、もっと自然な日本語が話せるようになりますよね。今日の話が皆さんの日本語学習に少しでも役立ったなら嬉しいです。国によって全然違うと思うし、でも共通点もあるかもしれませんね。文化の違いと共通点を知ることで、お互いをもっと理解できるようになりそうです。言葉って人と人をつなぐ大切な道具ですからね。今日紹介したセリフも表面的な意味だけじゃなくて、なぜそのセリフが生まれたのか、どんな背景があるのかを考えてもらえたら嬉しいです。今日も最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。皆さんの日本語学習に少しでも役立てたなら嬉しいです。次回も楽しい話題を用意してお待ちしてますので、ぜひまた聞いてくださいね。それじゃまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。